皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらのスマートフォンをご紹介いたします。ユミレジから出ました A15 というスマートフォンになります。ユミレジと言いますと格安スマートフォンということで、結構 Amazon でもね人気がありますけども、格安スマートフォンといえどもコスパ感も含めましてどんな感じなのか、外観や作り、そして性能も含めましてね、見て触っていきたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。早速出てきましたが、この保護ケース最初からついてきてくれて、しかも装着済みになっています。非常にありがたいですね。パッケージ内容はこの通りになっています。まず本体ですね。そしてユーザーマニュアルが入っています。加えて日本でも使える USB の充電器が入っています。USB Type-C の仕様になっています。そして充電ケーブルは USB-C、USB-A のケーブルとなっています。ではここで主なスペックをご紹介したいと思います。まずこの気になるディスプレイになりますけども、結構大きめですね。6.7 インチということです。ただ解像度はですね、1650×720 ということで、フル HD ではありません。このあたりはね、やっぱりコスパ感が非常に高いということで、めちゃめちゃね、ピクセル数の高いモデルではないということです。ただ、今までのユミレジを見る限り、この解像度でもね、画質っていうのは良かったので、今回も期待できるんじゃないかなと思います。そしてメインカメラになりますけども、6400万画素の AI トリプルカメラになっています。そして前にはですね、1600万画素のフロントカメラになっていますね。背面見ていただきますと、こんな感じでね、トリプルカメラですが、全部で3つのレンズがあることがわかります。画素数になりますけども、まずメインカメラがこちら6400万画素ですね。そしてこの下の部分にありますのが800万画素の120度ウルトラワイドカメラになって超広角カメラですね。そしてこの右側のカメラはマクロカメラですね。500万画素になっています。すごいですね。専用のカメラが積まれていました。そしてね、気になる SoC、ユニソックの T616 プロセッサーということで、オクタコアの 2GHz のものが積まれています。ユニソックの T616 って最近よく積まれていますよね。タブレットでもよく見ますし、スマートフォンのこういった格安タイプでもよく見るようになっていますが、結構サクサク動きますので、動作感についても後ほどファーストインプレッションでも触れていきたいと思います。そしてバッテリーの容量は 5000mAh と、この辺もね、もりもりとなっていて、20W の充電になっています。そして最初から搭載されている OS は Android 13に対応しています。さらにここにね、出ていますが、Dual 4G と書いてありますが、5G には残念ながら対応していません。4G、LTE のみになっています。そしてね、生体認証に関しましては、サイドフィンガープリントセンサーとありますが、側面のここですね、指紋認証に対応しています。やっぱり指紋認証は側面にあると個人的にはすごくね、早いなと思いまして、これは非常にありがたいです。で、加えて AI フェイスアンロックとありますので、このフロントカメラで顔認証も対応しているのもいいですね。ちなみに今回送っていただきましたこのモデルですが、標準で 8GB の RAM を積んでいて、しかもストレージが 256GB と、本当にモリモリになってますね。この辺の進化っていうのは非常に早いですね。そしてね、カラーリングはこのラベンダーパープルということで、爽やかな薄い淡い感じの紫色ですね。結構これいいですね。個人的にはすごい気に入りました。ちなみにこのパープル以外では、グラファイトブラック、そしてパールホワイト、またジェイドグリーン、そしてスペースグレーと、なんと5色展開。このあたりもすごいですね。ではこのまま外観の方をちょっと見ていきたいと思います。まず背面を見ていただきますと、トリプルカメラということなんですけども、いや、なかなかすごいですね。しかもここにフラッシュがね、埋め込まれていまして、全部で3眼になっています。本当ね、この見た目の印象遠くから見たら iPhone じゃないかなと思うぐらいのデザインになっています。そして正面に対しまして、この左側にファンクションボタンがついています。ここにいろんな機能を割り当てることによって、ワンタッチで自分の好きなアプリなどを起動させるってこともね、できますので、これ便利だなと思います。そしてね、こちらに SIM のスロットがあります。ちょっとね、開けてみたいと思います。ナノ SIM カードをね、2枚差し込みができるようになっています。もしくはですね、ナノ SIM カード1枚とマイクロ SD と1対1で使うこともできるわけですね。そして正面に対しまして、この反対側にはボリュームキー、上げ、下げ、電源キーと兼用のサイド指紋認証がついています。そしてフロントは水滴型のフロントカメラが搭載されています。加えて上部になりますが、上に嬉しいことに 3.5mm のイヤホンジャックが積まれています。そして下側には USB-C のポート、おそらくマイク穴、シングルスピーカーだと思われますが、スピーカーが搭載されています。では重さを測ってみたいと思いますが、ケースがない状態でどれぐらいでしょうか。
フィルムがね、ちょっとまだ貼られている状態ですが、約 200g ということですね。最初からついていましたこのケースを加えますと 225g と結構な重さになってきました。ということで、この保護フィルムを剥がしてみたいと思います。おっと、やっぱり綺麗ですね。それでは電源を入れてみたいと思います。はい、ブルーっと今震えまして、ユミレジのロゴマークが出てきました。ではこれから初期設定を進めていきますが、システム言語にちゃんと日本語対応しています。そしてしばらく使った上でのファーストインプレッションを後半にお届けしたいと思います。あれからですね、初期設定を済ませまして、しばらく使ってみました。その上でファーストインプレッションになりますけど、まず最初に気になるのは動作感ではないでしょうか。ちなみに今メモリーはですね、標準で 8GB 積んでいるんですけど、拡張でその倍ですね、8GB 拡張しているので、全部で 16GB になっています。まず最初にスワイプの方を見ていきましょう。こんな感じで表示されます。はい。全く引っかかりがないんですよね。この UI は下から上にスワイプしてアプリ一覧が見れるタイプではありません。こういったね、ユーザーインターフェースになっています。そしてこのね、Google のこちらの部分見ていただきますと、結構この辺重いんですけども、いかがでしょうかね。なかなか読み込みには多少時間がかかる部分ありますけど、引っかかりなくこのようにしっかり読み込んでくれています。これはすごい遅いなっていう印象は全くありません。ということでね、Google Earth を使って動作感を見てみたいと思います。はい、今ね、Google Earth を起動させました。読み込ませています。今ね、Google Earth 起動しましたね。そして現在地を表示してみたいと思います。はい。引っかかりがちょっとね、ありましたけど、結構スムーズではないでしょうか。そして動きですけどもどうでしょうか。この 3D 表示になりますが、全然止まらないですね。ある程度拡大してみましょう。結構ヌルヌルですね。これはちょっと驚きです。このように 3D 表示にしていますけども、すごいですね。ちなみに光回線の Wi-Fi で接続している状態ですので、ネット回線は申し分ないと思いますけども、これはちょっとすごいですね。申し分ないですね、これは。そしてまた、ディズニーランドの上空に戻ってきました。では今度、札幌テレビ塔あたりからですね、ディズニーランド上まで戻っていきたいと思います。札幌テレビ塔。はい。今ね、札幌テレビ塔まで移動しています。非常にスムーズですね。そして、この 3D 表示、読み込み時間かかりますけども、めちゃめちゃいいですね。ではちょっと拡大してみたいと思いますが、これは普段私が使っているアントゥツベンチマーク70万点ほどのものと、そんなに動作に関しては違いがないですね。ここまで動くんですね。最近のユニソックって。すごいですね。ではこの状態でまた先ほどの東京ディズニーランド上空に戻ってみたいと思います。引っかかりがどうでしょうか。いや、滑らかですね。この辺りは一旦読み込んでいるのでスムーズだと思いますが、全くね、支障がないレベルだと思います。この動作感あれば十分ではないでしょうか。では今度は Google Chrome を使いまして Yahoo ニュースを開いてみたいと思います。はい。まず表示も早いと思います。このね、アメリカ政権のニュースを見てみましょう。で、記事全体を開きまして、はい、こんな感じで表示しますが、早いですね。引っかかりはほぼ今肉眼で見てもないかなというレベルになっています。ちなみにリフレッシュレートは 60Hz で普通にテキストを読むっていうのはね、申し分ないと思いますので、そのあたりはいいんじゃないかなと思います。では次にゲームの動作感になりますが、アスファルト9というものになります。読み込みように多少時間かかりましたけども、どうでしょうか。
こんな感じでね、動作感に関しては申し分ないですね。ちなみにアンツツのベンチマークになりますが、今回ですね、バージョンが 10.0.7 っていうことになりますけども、30万4250点となりました。この数値いかがでしょうか？これだけのね、レベルで今動作しますので、全く不自由しませんね。次にね、画質の方がどうかっていうことですね。この端末のピクセル数は画面解像度っていうところですね。720×1650 という風になっています。ですので、これよりも大きい解像度のものって結構たくさん出回っていますけど、この解像度でも普段使いでは全く申し分ないかなと思っています。今ですね、YouTube 上にあります 4K の映像を流しています。しかも解像度が一番高画質にしてあるんですけども、いかがでしょうか？めちゃめちゃ綺麗ですよね。カメラ越しでも綺麗だっていうことはわかると思いますが、肉眼で見ると本当に先ほどの解像度が本当にそうなのかなと思うぐらい綺麗に映っています。ということで、これぐらいのクオリティで普段使いで見ることができれば何も不自由しないんじゃないかなと思いました。では次に音質になりますけども、このね A15 はシングルスピーカーになっていますので、下部にありますこのスピーカーからのみしか音は出てきません。ということで著作権フリーの音源を流してみたいと思います。結構ね、シングルスピーカーの割に音質ね、すごくいいのではないでしょうか。むしろシングルスピーカーは音楽を声で聞くっていうよりも、ラジオやポッドキャストなど聞く方にとっては、むしろシングルスピーカーってすごく聞きやすいのかなと思います。広がりのある音をこちらの方から出すってことはできませんが、中音と広域に関しましては非常にね、明瞭だなと思いました。ただ低音っていうのはね、どうしても出すことはできませんね。では次にカメラの性能になりますけども、静止画とそして動画の方を撮影してきましたので、サンプルをご覧いただければと思います。まず写真の方からになります。次に動画の方もご覧ください。このクオリティあれば結構満足いくんじゃないかなと思いました。普段使いで普通に使うことができますので、何も不自由しないんじゃないかなと思いました。そして気になる通信環境になりますね。今 Wi-Fi で繋いでいる状態になりますけど、ポのね SIM カードをこれからちょっと差し込んでみたいと思います。今ね、SIM カード差し込みましたら、再起動しているわけではありませんが、いきなり 4G のアンテナマークが出てきましたね。ポを差し込んだだけでは APN 設定は出てきませんでしたので、設定をしてみたいと思います。ポの SIM カードを一度差し込んでみて、APN 設定をしてみたんですけども、なかなか繋がらなかったんですね。他の SIM カードでは検証できていませんけど、その辺はちょっと問題があるのかなと思いました。では最後に良かった点になりますけども、こちらにスマートキーっていうのがありまして、シングルクリック、ダブルクリック、ロングプレスっていうのがありましてね、この中に1回押しますと、防犯カメラのアプリが起動できるように今しています。次にですね、ダブルクリックしますと、LED ライトを起動させるように今設定しています。はい。もう一回ね、ダブルクリックすると消えますね。そして最後にですね、このスマートキーボタンを長押しします。はい。そうしますと、スクリーンショットを撮る設定にしました。これ結構便利じゃないでしょうかね。よく3本指で画面をスワイプすると、スクリーンショット撮れますけど、それよりもこれの方が便利かなと思います。こんな感じでね、設定今していますけど、これはめちゃめちゃ便利だなと思いました。ということで、このね、弓レジのこのスマートキーボタンっていうのをシングルクリックですね。1回押し、そして2回押し、そして長押し。このね、3つをいろんなアプリに設定できますし、機能に割り当てることができますので、使い勝手良くなるんじゃないかなと思います。
というわけで今回ユミデジの A15 というスマートフォンをご紹介しましたけどもいかがでしょうか。一昔前に格安スマホと言いましたら本当に動作感に関しましては本当にあんまり期待できなかった面もあるんですけど、めちゃめちゃねこう動きがいいんですよね。そういった意味では日進月歩のスマートフォンの進化になりますので本当に申し分なく使うことができるんじゃないかなと思います。ということで今回はね Wi-Fi での接続での検証になりましたが、自宅でサブスマホとして使うのもいいんじゃないかなと思います。というわけでこの動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。